始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近、はい、イベントがありまして、そうですね。はい、その後ぐらいに撮ってるんですけど、はい、出るのはだいぶ先だった。よかったですか？好評でした？うん、なんか結構皆さん楽しんでもらえたみたいじゃないかなと思います。今度はだいたい2月ぐらいに開催予定してますんで、はい、またありましたらよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今日は抜け目ない潜り手ニアディブという、こいつは予告していました。実はしてましたよね。はい、ライオンさんがやっていただいて、今日はその解説の動画になるんですけども、今日はちょっと特殊な感じの回になります。そうですね。まずレベル帯なんですが、一応56ということでやらせていただきたいと。はい、56でやらせていただきたいんですが、ただコンボです。はい、もうがっつりコンボできる。そう、がっつりコンボが56みたいな議論もあるかもしれませんが、そうですね。一応まあ56でコンボやるならこれぐらいじゃねっていう基準になるかなっていう。そうですね。はい。大体なんか要は56でコンボっていうと、要は変なコンボが出てくるってことですよね。そういうことです。そういうことです。変なコンボだったら許されんじゃねっていう我々のその浅はかな認識。はい。まあメインのコンボはかなり変なコンボ食ってて、はい、サブプランにちょっとややメジャー寄りなコンボが入ってるみたいな。はい、めっちゃ強いコンボ詰め込むとすぐ終わっちゃったりとかして面白くないから、はい、だから変なコンボを入れてみたら、56でも楽しくできるんじゃないっていう構成のもと、はい、やらせていただくという回になるんですかね。そうですね。はい。じゃあまず能力を僕が説明させていただきます。はい。青3マナ22のこいつがタップ状態になるたび、プレイヤーを1人を対象として、そのプレイヤーはこれのパワーに等しい枚数のカードを切削する。こいつは22なんで、タップ状態になったら2枚切削するんですよね。そうですね。これタップ起動みたいな能力はついてないんですね。元は入ってないです。なるほど。タップ起動の能力がついてないけれども、タップ状態になったらパワー分ミルできると。はい。で、あなたがあなたの墓地から呪文を1つ唱えるか、あなたの墓地にあるカードの能力を1つ起動するとカードを1枚引く。で、これの上に1カウンターを1個置く。はい。なるほど。だからでかくなってって、まあ僕の想像ですけど、まあ殴っていく可能性もあるのかなって思うんですが、はい。はい。実はありますよ。あります。なるほど、あるんですね。はい、実はありますよ。なるほど。はい。一応そんな能力でご説明していただきたいんですが、はい。まず説明お願いします。まず、最初に、はい。入ってないコンボの方を説明させていただきたいんですけど、入ってないコンボ。はい。コンボとしては、まず、ペミンのオーラとかっていうアンタップを1マナでできるオーラをくっつけて、で1マナ出るような状況を作って、無限にアンタップとタップ繰り返すってコンボがまずあります。なるほど。これ無限にミルできるっていうことですよね。はい。で、他に、アガサの大釜。はい。関連でコンボをするとか、あと精神力、モマですね。モマですね。はい。あれを絡めてコンボに仕掛けていくとか、そういった感じでコンボがもうすでにあるんですけど、そういったコンボは入ってないです。逆に入ってない。はい。まあそれだともちろん56ではなくなるっていうことですよね。はい。はい。まあ別に入れる分には僕はいいっちゃいいかなと思うんですけど、まあ決まっちゃうとあんまり良くないかなと思って、そこは入れてないです。あえて抜いたと。はい。まああと格安にしたかったっていうところもあるんですけど、そう、値段も重要ですよね。はい。で、目をつけたところが、ニアディブは墓地からカードを起動しても能力誘発するんですよ。なるほど。はい。で、これなかなかテキストとしてはなくて、せっかくなんでこれ活かしたいと。というところで目をつけたのが金属製の巨像というカードになります。これはファンデーションズのところで紹介したんですが、一応能力説明しましょうか。はい。はい。これ11マナのアーティファクトクリーチャーで10重のクリーチャーなんですけど、スタッツはあんまり関係ないですと。はい。で、コスト軽減能力がありまして、はい。クリーチャーでないアーティファクトの総コストの分だけマナコストが減りますと。はい。なんで、11マナ以上非クリーチャーのアーティファクトがあれば0マナで出せます。なるほど。はい。はい。で、2個のアーティファクトをサクリファイスすることによって、このカードを墓地から手札に戻すことができます。なるほど。はい。はい。ということで、2個のアーティファクトをサクって墓地から戻すっていう起動型能力があるので、ニアディブを誘発させることができると
いう形になります。ああ、なるほど。墓地にある状態でってことですよね。そうです。墓地にある状態で、盤面のアーティファクト2個サクると、このカード手札に戻すっていう能力を起動できるので、ニアリブが誘発するという感じになります。で、これを絡めてコンボに行きたいとなった時に出てくるのが魔女のかまど。かまどですよね。いうカードですね。タップでクリーチャー1体生贄に捧げると食物が出るんですけど、タフネスが4以上だと2個出ますと。で、これともう1枚必要なカードがあるんですけど、ドロスのサソリという初めて聞いたんだよ。4マナのアーティファクトクリーチャーなんですけど、これか他のアーティファクトクリーチャーが場から墓地に置かれるたび、アーティファクト1つをアンタップします。なるほど。で、これでどうするかというと、金属製の巨像を魔女のかまどでサクって、植物2個出ました。アーティファクトクリーチャーが死んだんで、ドロスのサソリで魔女のかまどを起こします。で、出てきた食物2個サクって金属製の巨像を手札に戻します。なるほど。0マナでキャストします。魔女のかまどでサクります。そうすると無限パンプ無限見るみたいなことが、無限見るはできない。できない。1回だけ見るな、殴りに行くと。無限ドロー入ってます。無限ドロー入ってますね。確かに。という感じで、これで無限ドロー入れます。で、その間にニアリブはすごいパワーが上がります。なるほど。で、ドロスのサソリの代わりに使えるカードとして前兆の時計というカードも実はここ使えます。結構逃走者だと有名なカードですよね。そうですね。これよく使われるんですけど、これは魔女のかまどで出てきた食物2個をタップしてアーティファクト1個起こせるようになるので、魔女のかまどを起こしてあげて同じことができるという感じになります。ですので、こちらが一応一番最初に目指してほしいコンボです。なるほど。一番の3枚コンボ。しかもこれ準備が必要なんですよ。これ11マナ以上のアーティファクトを用意しないといけないんで、これすごいぞ。これここまで準備したら、許されるかなみたいな。なるほど。っていう感じのコンボになってます。まずはこれを目指してくださいと。で、他にもちょっとコンボが入っていて、この辺りからはちょっとメジャーというかパワーは上がっちゃうかもしれないんで、難しいところなんですけど、エムリー絡めたコンボがあります。湖に潜むものエムリーというカードになってまして、こちらは出た時に4枚切削する能力と、タップしてアーティファクトを墓地からキャストできるように能力を持ってます。で、これを使って搭載歩行機械を X0 でキャストすることができるようになりますと。搭載歩行機械っていうのは XX のクリーチャーで出た時に X 個のプラス1カウンターが乗った状態で出ますと。これはちなみに他の X バレスタとかでもいいんですか？いいです。いいですね。X でクリーチャーだったら何でもいいと。もう正直 X のアーティファクトクリーチャーだったら何でもいいですね。なるほど。エムリーを起こすカードとして入っているのはミラジンジンのスパイというカードがありまして、こちらはアーティファクト注文1つ唱えるとクリーチャーをアンタップできるようになる3マナのクリーチャーになっています。なのでエムリーで歩行機械をキャストした時に、ミラジンジンのスパイの効果でエムリーを起こすことができれば、勝手に搭載歩行機械死ぬので、なるほど、無限に搭載歩行機械を墓地からキャストできると。墓地からキャストするとニアリブによって無限ドローと無限パンプが乗ると。で、ミラジンジンのスパイの代わりに入っているカードとしてチャクラムの受け手というカードがあります。呪文唱えると何かアンタップしますというカードになってます。という感じで、これはサブプランのコンボ1になります。どちらのプランも無限ドロー、無限パンプまではいけるってことですよね。で、最後に、ニアディブをどうやってタップさせるんだと。で、タップさせるカードが2種類あります。消し去りの才覚と鉄塊の螺旋なんですけど、テキスト全く一緒です。クリーチャー1体を対象として、それはターン終了時までタップ能力で土地でないパーマネント1つを手札に戻すというテキストを載せることができます。で、これをすると0マナのアーティファクトが場にあれば、そのカードを手札に戻してキャストしてニアディブと起こしてっていう感じで、起こすカードはさっきのカードがあるんで、そういった感じで、これと先ほどの起こすカードと合わせてアーティファクトをもう出し入れし続けてニアディブがタップアンタップという感じで無限ミルさせることもできます。すごい。で、一応ここで紹介させていただきたいのがチスゴリアの歯というカード。聞いたことあるんですよね、これ。これ3マナのアーティファクトなんですけど、神話アーティファクトがついてます。なので、アーティファクト3個あれば0マナでキャストできるカードになってます。で、ここ瞬足が書いてあります。で、タップでクリーチャー1体プラス1プラス0修正することができます。これあるとどういうことが起こるかというと、
適当なクリーチャーと、適当にさっき起こすカードと、鉄塊の螺旋でもこれ実はコンボ決まるんですよ。決まりますよね。でもこのコンボだとニアリブによる切削が起きないので、何も起きないんですよ結局。ただアーティファクト出し入れしてるだけと。でただ出し入れするカードこれだと、パワープラス1プラス0修正かけることができるんですよ。なるほどなるほど。なので、一応自分の盤面にあるクリーチャーを全てパワー無限にすることができます。なるほど、すごい、無限パンプのカードってことなんですね。そうです。なるほどなるほど。一応そういうプランもあります。ただ回避能力がつくかどうかは分かんないので。でもまあ数がいたりとか、もしくはあんまいないんですけどね。でもコンボデッキですもんね。そうなんですよ、コンボデッキなんで、まあそれこそ東西歩行機械が適当に爆発して飛行機械に分裂した後に、いっぱいプラス1ゼロを乗せてみたいなことはできるかもしれないですと。っていう感じで、まあコンボがいっぱい入ってますよと。ただこのコンボはそれなりに準備が必要なコンボばっかなので、まあカジュアルとさせてくださいと。なるほど。さすがにめちゃめちゃ多いですもんね今、組み合わせが。そう、デッキ全体がコンボのために作られてるみたいなデッキになっちゃってるんで、まあかなり面白くもあり大変です。なるほどなるほど。でここからはちょっと立ち回り的なお話をさせていただきたいんですが、先ほども述べたように、まず最初に目指すべきは、金属製の共造ルートだというふうに認識してますので、まあ、そちらに向かっていきたいと。で金属製の共造ルートの場合は、金属製の共造を墓地に落とせば、一応コンボがどっかしらからスタートできるので、なるほど、まずは落としたいと。で落とすためにもニアディブは能力を持ってて、切削、そう自身がタップになれば、デッキを切削することができるので、それで掘っていこうと。なるほどなるほど。で掘るために2マナの機体がいっぱい入ってますこのデッキ。いっぱいって言ってもまあそれなりにって感じなんですけど、で代表的なのが俗にコプターと呼ばれる密輸人の回転力機。こちらは2マナの33の機体になっていて、アタックかブロックするたびカードをルーティングできるという能力が持ってます。これ登場1です。もう1個静かな潜水艇という、いやー闘争対戦ニアディブ、ついに潜水艇を使って潜るかという感じなんですけど、こちら2マナ23の機体になってまして、ただ2マナと言いつつ青々のコストになってます。でプレイヤーかプレインズウォーカーに戦闘ダメージ与えるたびワンドローします。まあまあやりますぐらいの。これ登場が実はタップさせる行為でもあるということですよね。そうですそうです。なるほどなるほど。なんで登場した瞬間に一応切削ができるので、まあ2マナで出しておいて3マナでニアディブキャストしてすぐに乗って切削してみたいな動きができるんじゃないかなと。なるほど、面白いですね。でまあこういった形で、まあ、ルーティングとかドローしながら、切削を続けて、アドバンテージ取っていってほしいんですけど、その後、共造ルートだと、先ほども言ったんですけど11マナのアーティファクトを揃えなきゃいけないと、というところで、相性のいいカード魔法の鏡というカードがあります。9マナのアーティファクトです。でかい。6青青青のコストを持っているんですけれども、こちら呪文を唱えるためのコストが墓地にあるインスタントソーサリーのカードにつき1減ります。なるほど。なので、盤面では9マナのアーティファクトだけど、キャストするときにはもうちょっと安いよねという感じになってます。墓地も超えていく予定ですよね。でアップキープの開始時にこの上に知識カウンターを置いて、まあ、その数ドローするっていう一応ドローその能力あるんですけど、どちらかというと正直、9マナで軽く出せるアーティファクトとして入ってます。なるほど。マナコストが重要だと。まあそういった感じで、まあ、揃えて挙動をキャストしていくっていうのが目標になるんですけど、挙動をキャストした時に、おまけがついてくるいいカードがあるんですよ。こちら知ってます？いや知らないですね。カードなんですけど、モダンホラ知らないんですよね。3マナの青のインスタントと言いつつ血色を持っているのでこれ無色の、インスタントになってます。能力はただの分散です。土地でないパーマネント1個を手札に戻すってカードなんですけど、実はこれキャストするのが目的ではなくて、下に書いてあるのが誘発型能力なんですけど、マナ総量が7以上である無色の呪文を1つ唱えるたび墓地からこのカードを追放しても良いです。なるほど。そうした場合にサイクロンリフトを打ちます。なるほど。あなたがコントロールしてない土地でもない各パーマネントを手札に全て戻します。でもこれ1回ですよね、使えるのは。さすがに。1回です。そうですよね。なんで、まあ挙動をキャストするときに例えば邪魔ななんか置物とかがあったとしても、全部一旦戻してからコンボに入ることができますよという感じのカードになってます。いいですね。でもしかもその
墓地に落ちてる可能性も高いんじゃないかと。そういうことです。なるほど。ニアリブでかなり切削できるはずなので。ああ、いいですね。はい、はい、という感じになってます。はい、いう感じでいろいろと、はい、ニアリブで掘ったりアドバンテージ取ったりしながら、最終的にはコンボいっていただくというようなデッキになってます。そんな感じのプランなんですね。はい、もう最終的には、挙動を出して海の束縛で全部吹っ飛ばして、コンボ入って勝つ。なるほどっていうのが一応目的なんですけど、そのための準備がいっぱい必要となるほどいうデッキになってます。これめっちゃ殴られますよ多分。殴られるかもしれないただバカにならないぐらい食物出せます、実は。なるほど食物でなんとかするんですね。そう実際あったんですけど、食物を10個ぐらいなんか出してふわって食べて、ギリギリ生き残るみたいななるほど。そういうことも一応ありました。それでなんとかするんですね。はい。で面白カードが何枚かある。はい、ちょっと2枚ほど紹介させていただきたいんですけど、まず前提としてこのコンボ金属製の巨像がどっか行った瞬間終わるんですよ。なるほど。基本的に終わると。というかコンボパーツが、どっか行っちゃったりするとかなりしんどいというところで、1枚目アンティキティ戦争というカードなんですけど、まず 1,2 はどちらかというとコンボプラン向きです。ライブラリの上から5枚見てアーティファクト1枚手札、なるほど、これを下に置くという、ごめんなさい、英雄ターンです。英雄ターンですよね。1章2章がそういう効果、で3章が、あなたがコントロールしているアーティファクトは基本とパワーとタフネスが55のアーティファクトクリーチャーになります。みんな殴っていくと。はい、もうブチギレでみんな魂込められて全部55にしていっぱい殴るっていうこれこの打った瞬間ヘイトマックスじゃないですか。やばいと思います3ターン後にその大爆発が来るわけですよね。そうだから見えてる脅威っていうだから逆に言えば見えてるから何とかしてねっていうなるほど、面白いですね。こういうちょっとでも殴れるプランも用意してますよ。なるほどなるほど。で最後に紹介するのがミラディン包囲戦というカードなんですけど、初めて聞きました。すごいカードですよ。まずこれ出るにあたってミラディン軍かファイレクシア軍を選ぶエンチャントとなってます。エンチャント3マナ。はい、3マナのエンチャントです。でミラディン軍を選んだ場合はアーティファクト呪文を唱えるたび11のマイヤクリーチャーを出します。無限トークンいけると。そうですね。今の感じだと無限トークンもいけますし、ちょっとコンボの補佐みたいな感じでやったりとか盤面を支えるような確かに確かに確かに、チャンプできるようなね、できますと。で下がすごくて、ファイレクシア軍なんですけど、終了ステップ開始時に対戦相手1人を対象とします。でその後あなたはこれ僕ですね、カードを1枚引いて1枚捨てます。その後あなたの墓地にアーティファクトカードが15枚以上あったらそのプレイヤーゲームに敗北します。なるほど。なんでこの特殊絞りすごいぞ。はい、金属製の巨像がどっか行ってコンボが破壊したと思っても掘り続けてアーティファクト15枚貯めるといきなり死ぬんですよ、1人。なるほど。これどこのタイミングで死ぬんですか？終了ステップ？はい、なんでメインでこれ出したらあなたも終了ステップに1人死ぬんですよね。1人死にます。なるほど。なんで突然に1人持っていくことができるっていうすごいカードなんですよ。すごいですね。はい、っていう感じで、基本はやっぱコンボなんですけど、コンボがどうしてもできなくなっちゃった時とかはこういうカードが入ってますよというご紹介でした。ワンチャンニアティブ殴って1人倒せるみたいな盤面も一応ありえるかもしれない。ありえるかもしれないです。それこそチスゴリアの歯が絡んだりとか、そもそも墓地から何かするたびにプラス1は乗るのでちょっとでかくなってますよね。はい、55とかで殴っていくシーンとかはあるかもしれないです。そもそもニアディブ自体、結構いろんな構築考えられてて、それこそ今言っていただいたような殴るのをメインにしたニアディブを構築されてる方もいたので、そういった感じでいろんなニアディブあると思うんで、今回のはこの金属製の巨像をメインにしたデッキですが、いろいろ考えてもらえると楽しいのかなと思ってます。今回はオリジナルでカジュアルでコンボをやろうぜっていう回になりましたんで、よかったら高評価していただいて、80いきましたら変なリストを、かなり変なリストだとは思うんですけど、公開させていただきますんで、よかったら高評価してください。よろしくお願いします。こいつに入りそうなカードよかったらコメントしてください。チャンネル登録お願いします。高評価もぜひよろしくお願いいたします。今回の動画は以上になります。おしまい。